勤勤和感。一生懸命努め慎み、また柔らかで穏やかであること。茶道の心得を表した言葉です。遠州流茶道師範で京都在住のベルギー人ティアス・ソーセンさん。冒頭の言葉は我が人生訓。僕にとって茶の湯は人生そのものです。下京区の明覚寺で茶席を設けます。亭主であるティアスさんは心を尽くして客をもてなします。炉に火を起こして炭を継ぎ、床の間に書や花を飾り、季節の面菓子を選び、趣向を凝らして茶の湯空間をしつらえます。にじり口の戸が少し開いていたら準備が整った合図。にじり口は頭を低くして入ることで身分の隔てなく皆が謙虚になるという演出装置です。客がまず面菓子をいただきます。お茶一服差し上げます。そして亭主の手前。湯で茶碗を温め清めます。茶碗の扱い方、茶巾やふくさのさばき方など流派で作法は異なり、遠州流はより細かく型が決められています。いろいろそのルールを決めずにパッとお茶を立てようと思ったらずっと次何しようかっていうのを頭の中で考えてしまうんですけれども、型を体に染み込ませるともう二度とそのやり方について考える必要がなくなるので、精神的な落ち着きと集中力がそれによって、生まれてきます。遠州流の流祖小堀遠州は江戸初期の武将。千利休のわびさびをした時期に調和の美を取り入れたきれいさびを確立し、諸大名に愛されました。手を清め、抹茶を入れます。色や味が濃厚で格式の高い席で振る舞う濃茶。泡を立てる薄茶に対し、その所作から濃茶を練ると言います。おふく加減いかがでございましょうか。大変でございます。亭主が客に振る舞うだけではなく、客が亭主から受けるだけではなく、みんなが一緒に作っていくこの機会を、大事にすること、これは茶室では大切だけども日常的にも大切なことなんだなって気づきました。人間がうまく一緒に
生きられるためにあるその理念を実際に体感させてくれるものとしてあるんじゃないかなと思います。10代半ば、吉川英治の宮本武蔵の翻訳を読み、日本文化に魅せられます。2008年に来日、剣道、空手、古武道、能楽、囲碁、様々な伝統文化をたしなみましたが、剣道は剣の道、杖は杖の道、茶道は他のその道がつくものと違って茶の道だけではなく陶芸、漆、お軸とかお花とかこの建物自体の建築について学ぶこととか、茶道は日本文化の凝縮版なんじゃないかなと感じましたね。それからは茶道に潜心。茶の心と風味をもっと広めたい。今、ティアスさんの目は世界へ向いています。冬至のほど近く、元炭問屋を改装した町屋空間。その一角に、茶人ティアス宗泉さんの姿がありました。ここは日本茶を提供する茶房。ティアスさんは日本茶のセレクターの一人として関わっています。茶道の稽古をし始めて日本文化自体のいろんなことを教えてくれるというのはすごくありがたかったんですけども、お茶っていうもの自体の説明はあんまりしていただけてなかったっていうのがちょっと不思議だなと思って、そういった疑問から、お茶自体のことをもっと知りたいなと思うようになったんです。ティアスさんは宇治をはじめ全国各地の茶園に足を運び、完全無農薬の茶葉を仕入れています。その種類30以上に上ります。これは京都府南部鴨のかぶせ茶。茶の木に覆いをし、日光を遮って栽培。渋み成分のカテキンが抑えられ、まろやかな味わいの緑茶になります。日本茶インストラクターの資格も持つティアスさん。プロの目利きが選ぶ茶葉は完全無農薬に加え、ある特徴があります。僕はどちらかというと探してるお茶の中ではその全くテレワールが違うものを探して、同じ農家さんでもブレンドはしてほしくないです。それぞれの茶園のその特徴を楽しむためには一切ブレンドせずに飲むっていうのが、一番楽しい飲み方なんじゃないかなと思います。京都のお茶のブランド力はすごいけれど、京都から出ると有機栽培に挑戦したりとかウーロン茶に挑戦したりとか、その他の茶種を作ってみたりとか農家さんがたくさんいるので、京都にもう少しその柔軟性があってもいいんじゃないかなと僕は思ってます。2019年、豊富な知識と経験を生かし、海外向けに日本茶のガイドブックを出版。よりすぐった茶を海外へネット販売。自分の足で開拓したかけがえのない生産者の情報も発信しています。海外の消費者にとって誰が作ってるのか、どういうところで作ってるのかが最近結構重要視されて、僕も誰が作ってるかというのも紹介したい気持ちはありますし、その農家さんそれぞれの思いもみんな違う考え方があって、さらにその飲んでるお茶に対する理解とその楽しさが深まるんじゃないかなと。
ティアスさんは折に触れて日本茶のワークショップを開いています。この日は新芽だけを摘み天日干しした珍しい白茶のテイスティング。一番上のところふにゃってなってるのがお茶の新芽です。美味しい匂いがします。一服の茶が至福の時間をもたらします。金金和漢。茶道が教えてくれた人生のあり方。日本茶の奥深い味わい。ベルギー生まれの茶人ティアス・ソーセンさんは日本文化の真髄を世界に伝える語り部なのです。